最悪だ。俺は怒りでどうにかなりそうだった。せっかく用意した資料がコーヒーでぐしょぐしょ。わざとこんなことをするなんて。一体この人は何を考えているんだろう。バサッとすんなよ。5分以内に新しい資料を揃えて持ってこい。応接ソファーにふんぞり返って命令してくる担当者。彼のニヤニヤした顔を見ていたら余計に怒りがこみ上げてきた。その時だ。騒ぎを聞きつけた向こうの社長が青い顔をしてやってきた。俺の名前はユータ、25歳。機械部品メーカーの営業マンをしている。実はここに勤める以前、俺は別の会社で働いていた。そこはここよりもずっと大きな会社だったし、給与も高かった。辞めたのは性格の悪い上司から連日嫌がらせを受け続けたからだ。それまで健康そのものだった俺は、勤め始めた途端、精神的に調子を崩した。心が弱ると体も弱る。俺は上司の叱責に耐えられなくなり、逃げるようにして辞めた。幸い、母方の祖父が顔の広い人で、相談するとすぐに別の勤め先を見つけてきてくれた。それが今のこの会社だ。面接の時、転職の理由を打ち明けると、社長は大いに同情してくれた。今の勤め先に嫌な上司や先輩はいない。みんな朗らかで働きやすい会社だ。祖父にこれ以上の心配をかけないためにも頑張ろう。俺はそう思っていた。けれど人生はままならないものだ。今度はある困ったクライアントのせいで辛い思いをすることになってしまった。取引先の担当者、小松。彼の危うさを最初に教えてくれたのは村田先輩だった。小松にだけは気をつけろ。先輩は神妙な顔でそう言った。いいか、ゆうた。お前が営業で行く会社にはろくでもない男がいる。いつもこちらを見下して何かにつけて文句を言ってくるやつだ。名前は小松幹隆、43歳。小松幹隆、43歳。偉い人なんですか？別にそれほど偉くはない。ついこの前課長になったばかりらしい。小松はとにかく性格が悪い。傲慢で嫌味でぶしつけで、とにかく嫌な人間の見本のようなやつだ。小松のせいで今まで何人もの営業が辞めているらしい。そんな中、村田先輩だけはどうにか渡り合っているのだそうだ。後日、俺は村田先輩と一緒に取引先を回り、小松にも挨拶をした。小松幹隆は先輩から聞かされていた以上にろくでもないやつだった。お前が新入社員か。挨拶に来たくせに菓子折りの一つもないのか？俺は素直に謝った。反論も意見も必要ない。村田先輩からはそう聞いている。小松は取引先の企業だけではなく、社内でも嫌われているらしい。ミスは他人のせいにするし、話を聞かないし、すぐに相手を恫喝するからだ。まあ、よろしく頼むわ。せいぜい俺の機嫌を取れよ、新人。彼は一体何様だろう。向こうの会社にとって、うちはパートナー企業にあたる。単なる下請けじゃない。一方的に見下していい関係ではないはずだ。それなのにこの高圧的な態度。俺は最初から小松が嫌いになってしまった。会社に戻った俺に村田先輩は反省を促した。隣にいた先輩は俺が小松に対して反感を抱いたのを感じたという。小松も自分に対する敵意を悟ったに違いない。村田先輩はそう断言した。いいか、ゆうた。間違っても小松とことを構えるな。これだけは絶対だ。もしも僕が我慢しきれずに小松さんに対して言い返したりしたら、向こうはそれを逆手にとって必ず無茶な要求をしてくるだろう。それだけは避けないといけない。会社に大損害を与えるきっかけになりかねないからな。その後も
村田先輩はたくさんのアドバイスをくれた。小松は何の考えもなくわがままを言ってくるだけのことが多い。下手にイエスマンになると無茶ぶりをエスカレートさせてくるから気をつけろ。向こうは毎月25日が給料日。小松と商談するなら25日前後を狙うのがいい。嫌味や失礼な言葉を聞き流せ。いちいち相手にするな。とにかく穏便に仕事をすること。村田先輩がこれほど親身になってくれるのには理由があった。うちの実家は農家をしていて、俺が後を継ぐことになったんだ。俺はここを辞める。だから今のうちに何もかも伝えておきたいんだ。お前が小松に潰されないように。村田先輩が退職したら、小松がいる会社の担当は俺になる。俺は仕事の引き継ぎと並行して小松に接する際の心構えを叩き込まれた。それからおよそ半年後、村田先輩は全てを俺に託して会社から去っていった。俺は営業マンとしてたった一人で小松と渡り合わなければいけない立場になった。一人で営業に来た俺のことを小松は待ってましたとばかりに出迎えた。今にして思えば小松は村田先輩がいなくなるのを楽しみにしていたのだろう。年下の新人である俺だけが相手なら商談を自分の有利に進めることができるからだ。小松は早速先日結んだばかりの契約について金額が高すぎると言ってきた。もう少し勉強してもらわないと困るな。できるよな。それはちょっとすぐには何とも言えません。うちとしても努力させてはいただきますが、場合によっては部品を別のものと交換する必要が出てくるかもしれません。その場合、製品の品質は今よりも確実に低下する。俺がそう続けると、小松はふざけるなと怒鳴った。金額を下げることで品質が低下する。それは許せないという。同じ部品を使って値段だけ下げればいいだろうが、それではこちらの利益が全く出なくなってしまいますので。小松の会社とうちは持ちつ持たれつの関係。パートナー企業として相手の意見を突っぱねないといけない場面もある。イエスマンにはなるなという村田先輩の教えを守るべき時だ。俺は引かなかった。小松はそんな俺のことを生意気なやつだと言って睨み、罵り、しつこく値下げを迫った。難癖をつけて少しでも安くしようとする。本当に油断できない相手だ。俺は自分が村田先輩になったつもりで小松に接してなんとか初日を乗り切った。どうにか話をつけて帰りかけた俺の耳に小松の舌打ちがはっきり聞こえた。その後小松は俺にあれこれ揺さぶりをかけてきた。例えば急な呼び出しだ。いきなり電話してきて早く来いと怒鳴る。こちらは別の予定があるし、会うならそれなりに準備だってしなければいけない。準備不足のまま商談を進めたら、一方的にこちらに不利な約束をさせられかねない。どうにか体制を整えて会いに行くと、今度は長時間にわたって拘束されてしまう。帰ろうとする俺を引き止めて何の話をするかというと、以前結んだ契約の見直しだ。前とは状況が違うんだから、そっちだって譲歩するべきだろう。すみませんが、持ち帰って検討させてください。私の一存ではとても。いいからこの場で決めろ。お前が担当だろ。自分の責任を果たせ。安くしろ、値引きしろ、と強く迫ってくる小松。どうにかこうにかやり過ごして帰るけれど、またすぐ電話がかかってくる。ひどい時には休日にまで着信があった。俺の神経を参らせるのが目的としか思えない。だけど俺は村田先輩から後を引き継いだ身として責任を持って仕事に当たった。冷静に状況を分析して小松の高圧的な態度にも臆することなく相手をし続けた。一口に横暴な取引先といってもそこには様々なパターンがあるものらしい。取引先に不信感を抱いていたり、過去にクレームがあったり、本当にいろいろだ。では、小松の場合はどうなのかというと、
ただ単に彼の性格が悪すぎるだけ。持ちつ持たれつの良好な関係を続けようなどという前向きな考えは小松にはない。自社のというより自分の都合しか考えていないのが小松という男だった。先日もこんなことがあった。商談の後、別件があるというから何かと思ったら、俺の知り合いが個人事業主として仕事を始めたんだ。そいつと契約を結んでやってくれないか？俺とやり取りをするのと同じようにしてくれればいい。どうだ？そうですか。お話ありがとうございます。ですが申し訳ありません。社内ルールで取引できるのは法人のお客様だけなんです。個人事業主の方とはちょっと。いいから契約しろ。この俺に恥をかかせようっていうのか？大体なんだそのおかしな社内ルールは。相手だって取引したいって言っているんだぞ。法人も個人もあるか。本当に申し訳ありません。そういう決まりなものですから。怒った小松は俺に対して吠えまくった。態度が悪い、努力が足りない、誠意が見えない、他にもあれこれ言いたい放題。パートナー企業を相手にしてこんなにも感情むき出しで話す人が他にいるだろうか。顔を真っ赤にして怒鳴り散らした後、小松は帰ろうとする俺に向かってこう言った。覚えてろよ。取引先は他にもあるんだからな。俺の一存で別の会社に乗り換えることだってできるんだ。今度来るときはそのあたりのことをよく考えろよ。なんて露骨で悪質な脅し文句だろう。いっそこちらから関係を断ってしまいたい。だけど取引の金額的に小松の会社を切るなんてありえない。俺にできるのは自分が置かれた辛い状況に耐え続けることだけだった。一人で小松の相手をするようになった俺の身にどんな変化が起きたか。まず精神的に不安定になった。これは少しずつそうなったのでたちが悪かった。その上全体的に業務のパフォーマンスが落ちた。小松のせいで能率が下がるからだ。急な呼び出しがしょっちゅうあるせいでスケジュールの調整がかなり難しい。なぜそんなにコロコロ予定を変えるんだと他の取引先から叱られたこともある。こうしたことが積み重なった結果、俺の営業成績は同期の中でも最下位になってしまった。すっかり参ってしまった俺は小松の担当を別の営業と交代したいと上司に訴えた。上司は理解を示してくれたし、先輩たちも同期のみんなも大いに同情してくれた。けれどコロコロと営業担当が交代するのはよろしくない。それに営業はみんな小松の悪い噂を知っているから誰も手を挙げなかった。上司からは申し訳なさそうに引き続き頑張ってくれないかと頼まれるだけ。退職した村田先輩を除けば今小松と渡り合える社員は俺以外にいないという。責任を持って仕事を引き継ぎ精一杯働いてきたことが裏目に出てしまった形だった。このまま小松の相手をしていたら新規開拓も新興営業もできない。成績も伸びない。実を言うと俺には手元に起死回生のカードが1枚だけ残されていた。だけどそれを持ち出すのはフェアじゃない。俺の中の良識が許してくれない。悶々と思い悩む辛い毎日が続いた。退職も考えたけれど、紹介してくれた祖父の顔に泥を塗りたくはないので諦めた。つくづく感じたのは人間同士には相性があるということ。合わないものとはどうしても合わないのだ。それに合わない相手に無理して合わせていると精神的にものすごく疲れてしまう。相手の方がこちらに合わせてくれればいいけれど、そんなことはまずもって望めない。こうやって耐え忍ぶのも仕事のうち。そうわきまえて頑張るしか道はなかった。週明け、朝一で小松との商談が予定されていた。そのために俺は休みを返上して資料作りに明け暮れた。目ざとい小松はこちらの不備を鋭くついて無茶な要求をしてくる。向こうがどんなことを言うのか想像して、俺はそれぞれに対策を練った。
面倒で大変な作業だけれど仕方ない。これくらいしないと小松とは渡り合えない。村田先輩がそうしていたから真似しているのだけれど、考えてみればかなり面倒だ。社内に交代要員がいないのもうなずける。俺だってこんな余計な作業をさせる気にはならない。小松の反応の仕方や要求のパターンについては不本意だけれど大体わかっている。数時間かけて完璧な資料を作り、数通りの小松対策を練ってその日の業務を終えた。この資料にまさかあんなことをされるなんて、俺は全く想像していなかった。小松はいつにも増して不機嫌そうだ。商談のために会った瞬間、俺はそう感じた。いつものように応接スペースに入るときも一言も発しなかった。普段なら軽口を言われるところなのに、小松は仏頂面で黙っている。彼はカップ式の車内自販機でコーヒーを入れてきて、飲みながら俺の話を聞いていた。そしておもむろに例の後輩との取引の話を蒸し返してきた。どうしても契約できないのか。せっつかれて困ってんだけどな。申し訳ありません。以前もお話しした通りルールがありますから。すると次の瞬間だった。小松がカップのコーヒーを資料の上にぶちまけた。茶色く染まる紙面。一部はテーブルからこぼれて床にまで滴った。唖然とする俺の前で小松は「おっとっと」とふざけた調子で笑った。悪い悪い。わざとじゃないんだ。困ったな。これじゃ商談ができないな。おい、ぼさっとすんなよ。5分以内に新しい資料を揃えて持ってこい。待っててやるよ。わざとじゃない。嘘に決まっている。自分の思い通りにならないことに腹を立てたに違いない。やることなすことまるで子供だ。俺は久々に頭に来てしまった。ちょうどその時だ。事態に気づいたらしい。取引先の社長が慌てた様子でやってきた。小松くん、これは一体。お疲れ様です。いえね、こいつがうっかり俺のコーヒーをこぼしたんですよ。本当に使えないやつで困ります。おいこら、黙ってないでなんとか言え。張り倒すぞ。今度はすべてを俺のせいにし始めた。一体どこからどう弁解すればいいのだろう。けれどその必要はなかった。社長はすべてを見ていたようだ。何を言っている。君がカップから資料にコーヒーをこぼすのを私は見ていたんだぞ。そもそも君、こちらの彼がどこのどなたか分かって接しているのか。はい、ただの営業でしょ。ただの営業じゃない。グループの会長のお孫さんだ。真っ青になる小松。こうなってしまったら仕方がない。俺は伏せていたカードを切ることにした。フェアなやり方をしたかったけれど、正直もうどうでもいい。とにかく今はこの小松というろくでもない担当者のことが許せない。確かに私の祖父はグループの会長です。今の会社に入社できたのも祖父からの口添えがあったからです。だから精一杯頑張りたかったんですが、小松さん。はい。威圧的な態度、暴言、急な呼び出し、商談の妨害。あなたには本当にがっかりです。うんざりです。私から話をしたら、祖父もきっとあなたのことを問題視すると思います。グループ内にこんな人がいるなんて、とても許しがたいことですからね。そんな、すみません。会長のお孫さんだとは知らなかったんです。知っていたら態度を変えたはずだという小松。それもどうだろう。言っていて恥ずかしくないのだろうか。相手が誰だろうとまっとうな仕事をするのが正しいあり方だろうに。俺は小松がどんなに頭を下げてきても許さなかった。そして向こうの社長に小松のひどさをすべて伝えて担当を変えてほしいとお願いした。それから数週間後、俺は噂で小松が退社したことを知った。これまでの取引先に対する悪態が露見して、
社長から大目玉を食らったらしい。小松があのままの男であり続けるなら、彼はきっとどこに行っても通用しないだろう。相手を尊重できない人間はいつか手痛いしっぺ返しを食らう。そういうものだ。小松がいなくなったことで、俺はやっと心の底から気持ちよく働けるようになった。本当のスタートラインを切ったつもりで、これからも精一杯頑張っていこうと思う。